はい、今朝庭で摘んできた花です。手前の白いのがジギタリスですね。この小花の集まりがオルレア。アジサイの、青色と赤色で、こちらにあるのが青いホタル袋ですね。から向こうにありますね。奥にあるのがピンクのホタル袋、そして奥がブルーセージ、ここにあるのがヤグルマギクですね。から白いホタル袋、いろんな種類があるんですが、メインはジギタリスとアジサイっていうことでね、描いてみようかなと思います。いつも描いているカゴですね。で、手前にコップを置きました。はい、今日の紙はホワイトワトソンを 8F サイズより一回り小さい縦が34センチ、横が42センチに切っています。絵の具はホルベインですね。クリムソンレーキオペラ、レモンイエロー、サップグリーン、セルリアンブルー、コバルトブルー、ウルトラマリンディープ、バンタンバ、以上8色で描いてみたいと思います。色見本を作ってみますね。中心になるのは紫から青にかけてのセルリアンブルーとペラをちょっと足してみたアジサイの色ですね。こんな感じのね、美しい色だと思います。で、赤いアジサイについてはちょっとね、オペラを増やしてっていうぐらいのことでいいかなと思います。で、ホタル袋、青いホタル袋、あるいは、ヤグルマギクですね。すがすがしい青色はコバルトブルー、もしくはコバルトブルーに少しクリムソンを混ぜてっていうことでね、表現できると思います。から緑について言えば、サップグリーンにセルリアンブルーを入れて、バンタンバーを少し入れて傾けた色にします。で、明るい方の緑にはね、レモンイエローを加えた黄色っぽい緑のとこがあってもいいかなと思います。ジギタリスの白色の中に少し黄色も入れてみようと思います。で、暗い方の緑はコバルトブルーあるいはウルトラマリンディープにバンタンバーを入れてしっかり沈めますね。こんな感じのね、綺麗な色で描いてみようと思います。下書きをしてみますよ。今日の光は左上からにしておきます。そうするとカゴを、ここ真ん中ですのでね、右寄りに置いてコップを左に置くっていうことにしますね。カゴがこの辺り、コップがカゴよりもちょっと手前に置きますね。気持ち手前に置きます。ここの中にアジサイ、ジギタリス、ここにもジギタリス、そしてアジサイ、アジサイ。で、ここにブルーセージですね。からここにヤグルマギク。こういうところに青いホタル袋ですね。こっちにも青いホタル袋を入れてみようと思います。赤いホタル袋とかね、いろいろ細々とあるんですが、そういうものを組み合わせていって、ブルーが中心なんですけど、赤紫にかけての美しいグラデーションを作っていこうと思います。じゃあちょっと丁寧に下書きをしてみますね。はい。下絵がね、描けました。かなりね、丹念に描きました。アジサイがここ、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 ここ。5つ描きました。ジギタリスがここ、ここですね。からここ、3箇所描きました。ホタル袋が、周りにね、ちょっとこう配置してみました。ヤグルマギクですね、この辺り。
からここにもう2つ。そして、ブルーセージですね。ここにもブルーセージあります。オルレアはね、省きました。これ以上ちょっと詰め込めなかったので、オルレアはなしっていうことでやっていこうと思います。下塗りに入る前にマスキング液でちょっとマスクしておこうと思います。例えばですね、ここの真ん中のこのアジサイのこの花びらですね。花びらというかこれは額なんですが、4枚ついています。そのうち1枚。そして例えばこちらだとここの2枚という感じで、色がついている花なんだけど一部をマスキング液でカバーしておくということで、光ってる感じが強調できるわけですね。後で引き取るってこともできるんですけど、やはり新鮮な白色っていうとマスキング液でカバーしておいた方がベストかなっていう気がします。じゃあちょっとマスキング液でね、やってみますね。はい、マスキング液ね、かなり広範囲につけて乾かしました。じゃあ下塗りに入っていきますね。まずセルリアンブルーを薄く溶いて、この辺りかけていきます。あまりね、区分けをしないっていうことですね。で、少しね、オペラを混ぜます。紫っぽくなります。これを、右側ですね、光から遠い方に入れていきます。そして今度はコバルトブルーを画面の右の方に入れていきます。これにオペラを混ぜて紫色にしますね。で、これを中寄りに入れていきます。あまり厳重に考えないで雰囲気を見つけるっていう感じですね。水筆でしっかりぼかします。はい、だいぶね、広範囲に入りました。で、端の方のね、いらない線が残らないようにティッシュで、プツプツ切るように押さえておきます。はい、そして今度はレモンイエローを薄く溶いて、左上の方ですね、左上からの光っていう風に設定してますのでね、左上の方に置きます。ジギタリスの上にも少しね置きます。白いジギタリスなんですけど、黄色を少しね効かした方がいいかなと思いますのでね、これもぼかします。今度は暗いところを作りますね。ウルトラマリンディープとバーンタンバーを混ぜるような混ぜないような感じで置きます。筆の中で合わせるぐらいの感じですよね。暗いところを作るっていうことですね。はい、これもぼかしておきます。はい、そしてオペラとクリムソンレーキを混ぜて鮮やかな赤色を作って、アジサイの塊の右下に置いていきます。アジサイそれぞれね、色を少しずつ微妙に変化させようとは思うんですけど、下塗りですのであまり厳重に考えないで一応入れておきますね。はい、そして綺麗なコバルトブルーにクリムソンを少し入れて、ホタル袋にちょっとね置いておきます。白いホタル袋っていうこともいいかなと思うんですけど、一応ホタル袋と設定してあるところに色を置きました。これもぼかします。はい、取っておきます。だいたいこれでね、全体的にもう色が入っちゃったような気がしますね。今作った紫色ですよね。クリムソンを足してサップグリーンを足します。少し茶色がかった赤っていう感じですよね。
アジサイの葉っぱの上にちょっと置いておきますね。緑の部分もあるし、赤い部分もあるしっていう感じです。これもまだ厳重にきちんと形を取るとかいう段階ではないので、この辺にこのような色が展開していますっていうことがわかる程度でいいかなと思いますね。はい、だいたいね、このくらいで色のイメージができたかなと思いますね。今のクリムソンとサップグリーンが混ざったような混ざらないような色ですね。これをちょっとカゴの上にもね、ちょっと展開させときますね。これは葉っぱですね。はい、じゃあこれで乾かします。はい、下塗りがね、乾きました。じゃあここから細かい作業に入っていこうと思います。で、この白っぽいジギタリスですね。こういう白っぽいところは後回しにします。暗いところを主に描いていきます。ホタル袋ですね。ここにもホタル袋があります。これちょっと描いてみますね。コバルトブルーとクリムソンレーキを混ぜた赤紫ですね。あまりね、混ぜないでおきますね。絵の具がつきすぎていますので、ティッシュでちょっと押さえます。こうまだらにするわけですね。少し水を垂らしてグラデーションをねさせます。赤みが強すぎるなと感じたらブルーを足します。青くしたいのか赤くしたいのかっていうことは画面に展開した色を見て判断をするっていうことになります。ですぐそばを塗らないっていうことですね。滲んでしまいますのでね、ちょっと離れたところに置いてみる。左側に置きました。水筆で右に向かってグラデーションさせます。アジサイもやっておきますね。セルリアンブルーとオペラを混ぜて付け根に色を置いて先端に向かって伸ばすっていう作業になります。じゃあこの2つね、アジサイとホタル袋を塗ってみます。はい、青色のホタル袋ですね。それからアジサイをちょっと赤っぽくしてみました。全部は塗ってないんですけど、これぐらいにして次の花に行きたいと思います。じゃあ続いてね、矢車菊を塗ってみます。セルリアンをメインにします。中央に置いて先端に向かって水で誘導します。少しオペラを入れて紫っぽくする場所も欲しいかなと思いますね。それからブルーセージも、似たり寄ったりの色でいいと思うんですが、少しコバルトブルーを足して暗めの色にしてみますね。付け根に色を置いて先端に向かって伸ばす作業です。最初からもう形をきちんと出そうと思わなくてもいいんじゃないかなと思いますね。残りこういうところもねつけてみますのでね。はい、矢車菊とブルーセージ色がざっくりつきました。じゃあ今度は葉っぱに行きます。こちらの明るい方ですよね。サップグリーン純色もあっていいかなと思います。もうちょっと明るくしたければレモンイエローとサップグリーンを足して黄色っぽい緑を作ります。だんだんこちらに来るにつれて青を増やします。セルリアンなり
コバルトブルー、もっとこちらになるとウルトラマリンディープを増やし、なおかつバンタアンバーも入れて暗くしていきます。少しね、クリムソンを混ぜて、場所によっては赤みがかってますよっていうところも欲しいわけですね。基本的にはこちらは明るくだんだん暗くしていくっていうことなんですが、場所によって時々赤を足してみたり黄色を足してみたりっていうことでやってみようと思います。はい、荒々ですけどね、葉っぱと軸を描いてみました。コップの中の軸ですね、これもたくさん描いてみました。で、そろそろジギタリスの周りをちょっと暗くして、ジギタリスの形をちょっと浮き立たせようと思います。まずここのカゴの色ですね。サップグリーンとクリムソンレーキを筆の中で荒々混ぜました。水筆でグラデーションさせます。もうちょっと青っぽい色が欲しいので、コバルトブルーをここに垂らし込みます。こちらの方はセルリアンブルーを垂らし込みます。水筆でぼかします。ティッシュでポンポンとね、抜いておきます。コップの方は暗い緑っていうことでいいと思いますので、コバルトブルーとバンタアンバーとサップグリーンですね。コップの底は基本的に明るい場合が多いので、ちょっと抜いておきますね。コップの厚みですよね。これも抜いておきます。コップの外に同じ色で、ちょっとコバルトブルーが増やしました。はい。から今度こちらですね。で、ここは明るめの緑でいいと思いますので、レモンイエローとサップグリーンを混ぜて伸ばしておきます。しっかりね、取っておきます。はい、じゃあこれで一旦乾かしますね。ジギタリスの着彩に入る前に、ガクアジサイのここの真ん中の、プツプツの部分ですね。ここをちょっとスパッタリングで埋めていこうと思います。セルリアンとオペラですね。はい、散らしておいて、スプレーで水を飛ばします。ジギタリスの中の部分ですね。奥へ引っ込んでいますよっていうことがだいたいわかるように、水筆で伸ばしてちょっとこうね取っておきますね。レモンイエローを差し込んでおきます。そして、レモンイエローを外側にも入れておきます。で今度はこのカゴの網目に行きますね。暗い緑色あるいはもう茶色に近い色でもいいと思うんですが、肥後と肥後の重なっている隙間ですね。色をつけていきます。
じゃあちょっとカゴの色をつけてみますね。ここでもう一回ね、形を浮かび上がらせるために沈めるところを沈めていってみます。例えばこの隙間がまだ色がほとんどついていないので、またこの辺もぐっと暗くしたいわけです。例えばこっちだとコバルトブルーとクリムソンレーキでちょっと暗めのね赤紫を作って入れます。でここの辺りは葉っぱの続きとしての暗い緑をこの辺りには差し込んでおくべきかなと思います。はい、そしてここですよね。ちょっと青っぽい緑にしてみますね。このようにして隙間がいっぱいあってはっきり形が出てきてないっていうところをぐっと暗く沈めていきますね。こちらはもっと全体的に暗くしたいわけで、コバルトブルーとセルリアンブルーを合わしたような色ですね、かけておきます。さらにこちらですね、もっと暗くしたいのでウルトラマリンディープですね。さらにバンタンバーを混ぜ暗い色を作ります。じゃあ他の部分も暗くしていってみます。はい、もうほとんどね色がつきました。マスキングを外すにはもうちょっと足りないかなと思いますので、ところどころ色を入れていこうと思います。こういうところですね、ヤグルマギクの中心の、花の塊ですね、プツプツをスパッタリングで入れます。そして細い筆で花びらの輪郭線をところどころ取っていきますね。これもねコバルトブルーかあるいはコバルトブルーにちょっとオペラを足して少し紫に傾ける、そのくらいの感じでいいんじゃないかなと思いますね。そしてブルーセージのプツプツ感をもうちょっとね筆で描き入れます。似たり寄ったりの、色にはなると思うんですが、微妙にね変えていった方がちょっと綺麗かなっていう気がします。はい、こんな感じでねブルーセージもやってみます。それから、こちらのガクアジサイの軸の部分ですね、茶色がかった緑色を作って柄の部分とか、それからこう枝分かれをしますよね。そういうものを書き入れておきます。こちらの丸アジサイの暗い部分ですね、暗くしておこうと思います。赤紫、コバルトブルーとオペラぐらいでいいんじゃないかなと思いますね。ところどころね、花びらの形をちょっと出すといいかなと思いますね。そしてこのね、ジギタリスの模様ですね。クリムソン一色よりちょっとブルーを混ぜておとなしめの色にしますね。ちょっとぼかしますね。はい、じゃあそれをやってマスキング液を外したいと思います。はい、マスキング液もね、きれいに取ってしまいました。もうほとんど仕上げに入っていく段階に入りましたので、細かい作業をやっていこうと思います。で、今気がついたんですけど、この取っ手がもうちょっとこの辺に来ないといけないですね。ちょっと中へ寄りすぎていますので、これは解消しておきます。そしてここですね、分かれがはっきりしすぎていますので、ぼかし込んでおきます。はい、それからここを少しね、はっきり模様をつけておこうと思います。これとこれの境目がはっきりしないので、この辺りまでね侵入させますね。
ということで、この後ろのアジサイの色を少し青っぽくします。ここが引っ込みすぎてますので、ここは少しね、こちらのアジサイを増やしておきますね、ここまでね。ここの端っこもちゃんとわかるようにしておきますね。それからここですよね。アジサイの位置取りをしておきます。それからここの葉っぱの形ですね。このアジサイの葉っぱっていうことですので、もうちょっとこちらまでね、増やしますね。このアジサイの葉っぱですっていうことがわかると思います。そして下になったこの葉っぱはこちらのアジサイの葉っぱですよっていうことにね、わかるかなと思いますね。こんな風にして少しずつはっきりさせていこうと思います。はい、形がね、曖昧だったところをはっきりさせました。こういうところですね。それから、ここほとんど書いてなかったので、手前のホタル袋の向こう側にこのアジサイが出ていますよっていうね、ここをはっきりさせました。それから、ここの茎もはっきりさせましたし、こっちが手前、これが奥ですよっていうこともはっきりさせました。取っ手の部分がちょっとこちらに寄せました。今度もう一回ね、大きく色味を見てみます。一番ここの肝心のアジサイなんですが、あまり色がね、パッとしない。もう一回大きくね、グラデーションかけてみようと思います。白地がね、ポツポツ残ってはいるんですけど、全部潰さないように頑張るっていうことはしようかなと思います。綺麗なオペラですね。続いてセルリアンをそばに置きます。ぼかします。はい、ポツポツ取っていきます。はい、乾いてない状態でスパッタリングでね、原色のオペラを散らします。はい、続いて原色のコバルトブルーを散らします。クリムソンですね。原色のクリムソンを散らしておきます。ここもそうですね。ちょっと足りない感じがします。ここに関してはちょっと水をスプレーで入れておきます。ここもそうですね。はい、これで一旦乾かします。はい、ここをね、かなり色をかけてみました。もうこれで仕上げに入っていこうと思います。もう少し花びらの形を出そうかなと思います。セルリアンブルーとオペラですね。どの辺までこの作業をやるかっていうことを考えながらやっていくっていうことですよね。手抜き感が出てしまうとちょっとよろしくないので、程よい頃合いを探してやっていくっていうことになりますね。こちらはね、赤色が主なので、主にクリムソンレーキで形をね、もうちょっと出していきますね。
ジギタリスの半分をちょっと黄色っぽくしときたいわけですね。もうちょっとだけ足して終わりにしようと思いますね。はい、かなりね細かい作業を足してみました。特にこの紫陽花の中ですね、ある程度線描で花びらを出してみました。ここがあまりにもちょっと派手すぎたので、少し色を落としましたね。この辺のね、まだ描ききれていなかった線描の部分も足しておきました。こちらもそうですね。で、ここのラインがね曖昧だったのをはっきりさせました。からここもそうですね、すごく曖昧だったんですけど、かなりはっきりさせました。それではね、これで完成にしたいと思います。サインを入れておきますね。はい、完成です。